PER200 倍の株を株価が上がっても売り続ける男がいるのだ。映画ビッグショートの実在モデルマイケル・バーリー。彼が今 AI と防衛の融合株パランティアに全力で略張りしているのだ。 PER200 倍って通常の株の10倍以上ですよね。それでもトランプさんが SNS に投稿するだけで株価が跳ねるって、これ普通の投資判断が通じない世界になってませんか？その通りなのだ。今日はそこを徹底的に掘り下げるのだ。パランティアという会社が何者なのか、なぜバーリが空売りしているのか、そして日本の NISA 投資家が今すぐ知るべきリスクは何か、この3つが今日の核心なのだ。まずパランティアという会社を理解するのだ。2003年創業、ピーター・キールが共同設立したデータ解析専門の企業なのだ。最初の顧客は CIA と NSA、ビンラディン追跡にも使われたと言われているのだ。データ解析で諜報機関から始まった会社なんですね。それが今は AI 株として一般投資家にも人気になってると、軍事データ解析から AI プラットフォームへ、ビジネスモデルはどう変わったんですか？大きく変わったのだ。かつては政府向け契約が売上の7割以上だったのだ。それが今は AIP、つまり AI プラットフォームを民間企業に売ることに力を入れているのだ。ウクライナ軍のドローン制御にも使われており、AI と防衛の交差点に位置する非常に珍しい企業なのだ。ここが重要なのだ。パランティアの株価は2024年初頭に約16ドルだったのだ。それが2026年には一時120ドルを超えたのだ。2年で7倍以上。でもこの期間に利益は何倍になったかわかるのだ？たった 2.3 倍なのだ。株価だけが先走りしているのだ。株価7倍に対して利益が 2.3 倍。その差がバリュエーションの割高さですよね。で、今回のトランプさんの投稿って具体的に何を書いたんですか？それ一つで株価が動くって正直ちょっと異常じゃないですか？ CNBC によると、トランプがパランティアをディフェンスディパートメント契約の有料事例として言及したのだ。それだけで株価が数パーセント跳ねたのだ。これはパランティアが今や単なるテック株ではなく、トランプ政権の政策と直結した政治株に変質したことを意味するのだ。わかりやすく言うのだ。学校の人気者があのお店美味しかったと SNS に書いたら翌日行列ができる。あれと同じ構造なのだ。ただし投資の世界では行列、株価上昇だから実態と関係なく値段が動くのだ。これをバーリは問題視しているのだ。なるほど。でも逆の見方もできませんか？政府との深い関係がパランティアの強みで、トランプ政権が続く限りは安定した契約が保証される。だから割高でも買われ続けるという論理も成立しますよね。鋭い指摘なのだ。実際そういう強気論が主流なのだ。でも今週の動きを見ると、ホワイトハウスでは AI のサイバーセキュリティリスクについて VP、バンスと財務長官ベッセントが緊急会議を開いたのだ。AI リスクが高まるほど規制強化の可能性もある。それがパランティアの商業部門に影響するシナリオも忘れてはいけないのだ。さあ、バーリが本当に問題にしている数字に入るのだ。PER、つまり株価収益率なのだ。簡単に言うと、今の利益水準のまま何年続ければ投資額を回収できるかという指標なのだ。S&P500 の平均 PER は約20倍。パランティアは現在200倍を超えているのだ。200倍、回収に200年かかる計算ですか？それでも買う人がいるって、みんな将来の爆発的な成長を信じてるということですよね。バーリはその前提をどう崩そうとしているんですか？バーリの論理はこうなのだ。AI ブームが続く間は誰も気にしない。でも AI 投資の ROI、つまり投資対効果が期待値に届かなかった瞬間、市場全体が AI 株は割高すぎたと気づく。その時、PER が一番高い銘柄から真っ先に売られるのだ。パランティアはその筆頭候補なのだ。ここで歴史の話をするのだ。2000年のドットコムバブル崩壊でも、最初に崩れたのは PER が異常に高い成長株だったのだ。シスコシステムズは PER200 倍超から 95% 下落した。25年前と今のパランティアのバリュエーションは驚くほど似ているのだ。バーリはこの構造を見ているのだ。シスコが 95% 下落。それパランティアに当てはめたら今120ドルが6ドルになるってことですよね。でも今の時代、AI は本当に軍事、民間療法で使われていて、シスコとは違う実需があるんじゃないですか？そこが弱気論の弱点だと思うんですけど。ここまでを整理するのだ。パランティアは AI と防衛の交差点にある特殊な企業で、トランプの一言で株価が動く政治株になっているのだ。PER200 倍超のバリュエーションはドットコムバブル時代のシスコと酷似していて、バーリはそのリスクを取りに行っているのだ。次はこれが日本人の財布にどう影響するか、具体的な数字で見ていくのだ。さあ、
日本人に直結する話をするのだ。2024年に NISA 制度が拡充されてから、日本の個人投資家の米国株保有額は急増したのだ。その中でパランティア、PLTR は日本の証券アプリでも上位の人気銘柄なのだ。楽天証券や SBI 証券のランキングでも常にトップ10に入っているのだ。NISA で人気のパランティアか。でも先輩、仮に周りが正しくて株価が半分になったとしたら、日本人投資家への影響はどのくらいの規模になるんですか？計算してみるのだ。NISA 成長投資枠の上限は年間240万円なのだ。仮にその全額をパランティアに投じた30代の会社員がいるとするのだ。株価が 50% 下落した場合、120万円が消える計算なのだ。ただし NISA 口座では損失は他の利益と相殺できないから、この120万円は税務上も丸ごと損なのだ。もう一つ重要な視点があるのだ。パランティアはドル建て株なのだ。今の円安局面では円換算で損が増幅されるのだ。仮に株価が 40% 落ちて、同時に円高が1ドル140円に戻った場合、現在150円前後の為替を前提にすると、実質的な損失は為替だけで6、7% 加算されるのだ。株安足す円高のダブルパンチなのだ。正直に言うと、私はバーリの空売りより、日本の個人投資家が政治リスクを全く考慮せずに NISA で米国の政治株を買っているという構造の方が怖いと思います。トランプが SNS で言及するかどうかで上下する株を長期保有前提の NISA 口座に入れるって、制度の使い方として合ってるんでしょうか？それは本当に確信をついた指摘なのだ。僕の見立てでは、パランティアには3種類の違うリスクが同時に存在するのだ。1つ目はバリュエーションリスク、2つ目は政治リスク、トランプが退任したり政策が変われば契約見直しが起きる。3つ目が競合リスク、アンソロピックやオープン AI の AI が政府市場に入ってきたら、パランティアの独自賞が薄れるのだ。冒頭で言ったのだ。PER200 倍の株を株価が上がっても売り続ける男がいると、バーリが今週さらに注目したのは、トランプの投稿後に株価が上がったにもかかわらず空売りを維持したことなのだ。普通の投資家なら損失を見て撤退するのだ。でも彼はリーマンショック前も、誰もが笑う中で空売りを持ち続けたのだ。そして最後に笑ったのだ。シナリオを2つ示すのだ。シナリオ A は強気論。AI の実需が期待通りに拡大し、パランティアの政府、民間契約が増加を続ける。PER は高いが成長で正当化される。株価は現水準かそれ以上を維持するのだ。シナリオ B は弱気論。AI への過剰投資が冷え込み、政権交代や規制強化でパランティアの特需がはげる。PER200 倍は持続不可能と判断されて大幅調整が来るのだ。今日覚えてほしい数字は一つだけなのだ。200なのだ。PER200 倍。これがパランティアが割高か非かを判断する唯一の出発点なのだ。バーリが正しいかどうかは誰にもわからない。でも、政治家の SNS 一つで資産が動く仕組みに自分の老後資金をかけることの意味を一度立ち止まって考えてほしいのだ。それが今日の僕からのメッセージなのだ。ずんだもん先輩、質問です。あなた自身はパランティアに今投資しますか？それとも空売りしますか？どっちでもないならその理由も聞きたいです。視聴者の方もぜひコメントで、買う、か、売る、か、どっちもしない、教えてほしいです。正直に言うのだ。僕はどちらでもないのだ。政治と株価がここまでリンクしている環境では、ファンダメンタルズ分析だけでは判断できないからなのだ。バーリが正しくても、タイミングが合わなければ空売りは損をするのだ。それが投資の怖さなのだ。コメントで予想を聞かせてほしいのだ。チャンネル登録と高評価もよろしくなのだ。次回は AI サイバーセキュリティをめぐる米政府とビッグテックの水面下の攻防を深掘りするのだ。お楽しみに。